2015年にデビューして、まだまだ新人とも言えるアン・ヒョソプさんですが、テレビに出演して、すぐに人気を集めました。今年2022年のドラマ、社内お見合いでは、キム・セジョンさんとのカップル演技も、息がぴったりで、誰もが羨むシチュエーションに、視聴者は胸を躍らせていましたが、今回は、そんなアン・ヒョソプさんについて詳しく調べています。経歴や、英語がペラペラな理由、そして、熱愛彼女や好きなタイプなどもご紹介しますので、ぜひご覧ください。アン・ヒョソプはどんな人？アン・ヒョソプさんは、2男1女の末っ子として生まれ、7歳の時に、家族で、カナダのトロントに移住しました。幼い頃は、両親の言う通りに夢を決めて外交官になるのが将来の夢だったり、コンサルタント、会計士なども候補に入っていたのだとか。ちなみに、6歳年の離れた兄は薬剤師で、4歳離れた姉は会計士。両親が幼い頃からクラシック音楽をたくさん聴かせてくれたり、映画が好きな父親と一緒にいろいろな作品を見ながら育ったアン・ヒョソプさんは、ある映画は始まりから終わりまでのすべてのセリフを覚えるほど繰り返し見たそうです。ドラマも何度も繰り返して見るのが好きだったそうで、カナダにいた時は韓国ドラマが生活の楽しみの一つでもあり、数えきれないほどたくさんの作品を何度も繰り返し見ました。ある日、自分がスクリーンに映ったらどうかなと考えるようになり、具体的な想像はできなかったものの、鏡の前で好きなドラマの名台詞を真似したりしていたのです。そして、長い間音楽を勉強していた実の兄の影響を受け、音楽も好きで、いつも何かを口ずさむ習慣があるほど歌うのが好きでした。ある瞬間から上手になりたいと思うようになり、歌の練習もしていたアン・ヒョソプさん。小学校6年生の時には、一番親しい友人がチェロを始め、その友人に負けたくなくてバイオリンを習い始め、中学、高校期間中はずっとバイオリンで学校オーケストラをしてきたのだとか。もちろん音楽だけではなく、勉強も頑張るタイプだったアン・ヒョソプさんは、塾にも通い、運動もいろいろと挑戦し、サッカーが好きで、中学校の時まで学校でサッカーサークル活動をしたりもして学生時代を過ごしていたのです。経歴は？英語がペラペラな理由は？カナダの高校に通っていた時に、大手芸能事務所の JYP エンターテインメントの関係者が訪ねてきて、才能があってハンサムな人材を探していると聞きつけた友人たちが推薦したことがきっかけでオーディションを受けることになりました。そしてオーディションを受けて見事合格通知を受け、両親の反対が激しかったもののなんとか説得してついに許可を得て、17歳の時に一人で韓国に渡り、高校も韓国で通うことになったのです。JYP エンターテインメントでは3年近く練習生生活を送り、踊って歌うのが好きだったのですが、いざ仕事になるとストレスが大きくなり、どうして私はこんなに背が高いんだという考えなど、いろんな悩みを抱えるようになったのだとか。その後、音楽は趣味だけで残した方が良いと思うようになり、JYP エンターテインメントの練習生生活を終わらせ、現在の所属事務所スターハウスエンターテインメントで2015年にマネジメント契約をすることになりました。アン・ヒョソプさんは2015年に放送された音楽バラエティいつもカンターレ2のオーディションでバイオリン演奏者として参加し、顔が知られるようになったのです。演技者としては、同年に放送した短編ドラマポンダンポンダン王様の恋がデビュー作品。演出を担当したキム・ジヒョン監督によると、いつもカンターレ2でバイオリンを弾くアン・ヒョソプさんを見て、連絡を取りデビュー作にキャスティングしたのだとか。劇中で馬に乗る場面があったので、毎日1時間半ずつ乗馬の練習をし、その後3時間ずつ武術の練習をする過程を3ヶ月間行い、撮影に挑んだそうです。2016年には、ドラマもう一度ハッピーエンディングで、年下の男性役で、
初々しいストレートな魅力を披露したり、同年のドラマハッピーレストランにも出演し、活発に活動していたアン・ヒョソプさん。同じく2016年のドラマタンタラ、君を感じてるでアイドルグループメンバーの一人を演じたり、2017年の短編ドラマ指輪の女王、三つ色のファンタジーでは初の男性主人公を演じました。その後、出演した2017年のドラマ適齢期ワクワク、ロマンス、お父さんが変以降はすべて主演を務めています。2021年に話題となったファンタジーロマンスの時代劇ドラマホンチョンギをはじめ、2022年の社内お見合いでは大注目されました。そんなアン・ヒョソプさんですが、英語がペラペラな理由はわかりましたよね。先ほども説明させていただいたように、幼い頃に家族と一緒にカナダへ移住したからだったのです。英語の方がはるかに楽に話せるそうなんですが、話す相手によって英語と韓国語を分けることも苦痛ではないとのこと。実の兄といるときはほとんど英語で話すそうです。17歳で一人で韓国に帰ってきたときに行動があまりにも違い少し苦労したこともあったそうですが、今では文化の違いも克服することもできたアン・ヒョソプさん。韓国に帰って間もないときは韓国語がうまく話せず発音が難しかったそうで、高校は英語で授業が受けられる専攻を探し、国際ビジネス学科を選択するようになったのです。今回のドラマ、社内お見合いでも英語を話すシーンがあり、とてもかっこよかったですよね。今後、ハリウッド進出もあるかもしれませんので、乞うご期待です。熱愛彼女や好きなタイプは？アン・ヒョソプさんは、熱愛報道などは今までありません。ただ、ファンの間で噂になった女優がいて、その方はモデル出身の女優イ・ソンギョンさんです。二人は2020年のドラマローマンドクターキムサブ2で共演していて、劇中でキスシーンがあり話題になりました。モデル体型の長身カップルとして付き合えば素敵だという視聴者からの願望のようですね。少しネットで騒がれてはいましたが、熱愛報道としては取り上げられていませんでした。2020年に行われたインタビューで、仕事がとても楽しいので、あまり恋愛のことは考えていないし、今は異性より夢が大事な時期だと話していたアン・ヒョソプさん。確かに、2015年にデビューして、まだまだこれから頑張りたいと思う本人の思いもあると思いますし、今は恋愛の時期ではないのでしょう。そして、アン・ヒョソプさんは恋愛表現が苦手だそうです。理想のタイプの女性像は、外見より会話がよく通じる人が良くて、ルックスで言えば、綺麗な目の人が好きだとインタビューで話していました。それから、イヤホンを一緒につけて、彼女と同じ音楽を聴き、手をつなぎながら、景色のいいところを散歩するのが理想のデートだそうです。兵役は？アン・ヒョソプさんは、韓国国籍ではなくカナダ国籍のため、兵役免除対象者になります。2PM のテギョンさんも、韓国国籍ではなく、アメリカ永住権を持っているため兵役免除対象者でしたが、永住権を放棄し、2017年9月に入隊したという例もあるんです。でも、ファンとしては、2年近くも会うことができないと思うと寂しいので兵役に行ってほしくないのが本音ではないでしょうか。30歳になるまでの後、数年間は、もしかして兵役に行くんじゃないの？とファンとしては不安があるかもしれませんが、おそらく兵役はないと思います。しかし、今後、韓国で活動を続けるならという韓国国民からの言い分も出てくるかもしれません。アン・ヒョソプさん自身の考えで変わるかもしれませんので、やはり30歳まではわからないところですね。まとめ。アン・ヒョソプさんの経歴、熱愛彼女や好きなタイプの女性についてご紹介しましたが、皆さんいかがでしたか？超身長で、
英語が話せて、イケメンという誰もが羨む最高のスペックで、現代劇も時代劇も柔軟にこなすアン・ヒョソプさんですが、2023年にも、すでに新ドラマの出演が決まっているほど大人気。2015年にデビューして、彗星のごとく現れたイケメン俳優の今後の活躍も期待していきたいですね。